世界屈指のサービス力を誇る福岡春菜。福岡のサービスにはサービスの威力を高めるポイントが凝縮されている。最初にフォアハンドから全身回転をかけたロングサービスを紹介しよう。福岡はフォロースルーで打球面を素早く上向きにしてラケットを振り下ろしている。レシーバーにとっては下回転がかかっているのではないかと錯覚を起こしてしまうサービスだ。福岡は同じようなモーションから下回転サービスも出す。続いて福岡を象徴するしゃがみ込みサービスを紹介しよう。フォア面に貼った裏ソフトラバーをバック面に反転してグリップの柄に人差し指を引っ掛けた独特な握りでボールをトス。ボールが落下するタイミングに合わせて姿勢を低くしながら反転した裏ソフトラバー側でボールの左側面をインパクト。右横上回転のかかったスピードロングサービスをコーナーいっぱいにコントロールし、見事にノータッチエースを決めている。こちらはボールの右側面を捉えた左横回転サービス。しゃがみ込みながらラケットの両面で自在に変化をつけられる。これが世界に恐れられる福岡のサービステクニックの正体だ。安定性抜群の両ハンド攻守が持ち味の全日本チャンピオン平野早矢香。彼女のプレーを最大限に引き出すのがフォアハンドから出す逆横回転系サービスだ。手首を手のひら側に曲げた構えからバックスイング。ラケット角度を変えずに上半身を回す力を利用しながらスイングする逆横回転のショートサービスだ。相手のレシーブが浮いたところをすかさずフォアハンドで攻撃し得点に結びつけている。平野は同じようなフォームから下回転が強くかかった逆横回転ショートサービスも混ぜてサービスの効果を高めている。回転の変化に加えてショートサービスを出すようなバックスイングからスピードロングサービスを出す時もある。このように意外性の高いロングサービスがあるからこそショートサービスの効果も高まるのだ。ショートサービスを出すようなモーションからスピードロングサービスを出す。これらのポイントを平野のサービステクニックから学んでほしい。プレー領域の広いオールラウンドプレーでベスト16まで勝ち進んだルーマニアの新鋭サマラ。手首の強さを生かしたサマラの逆横回転ショートサービスを紹介しよう。肘の高さと動きに注目してほしい。肘を高い位置から下ろし、手首を前方向に鋭く動かしてボールに逆横回転をかけている。
フォロースルーでラケットの裏面を相手に向けるようにして回転をカムフラージュしている。サービスを出した後のラケット位置の高さにも注目してほしい。このフォロースルーがラケット位置を高く保つための戻りにもつながっている。次に紹介するのは左横回転ショートサービス。スナップを効かせてラケットを動かし、ボールに左横回転をかけている。サービスを短くコントロールするために、フォロースルーを最小限に抑えている点も参考にしたい。サマラはこれらのショートサービスを生かすためにスピードロングサービスも使う。横回転系のサービスを出すようなバックスイングからボールを強く弾き出すようにインパクトしている。左右の横回転系サービスを中心に組み立て、3球目で得意の両ハンドを打つのがサマラのサービステクニックだ。今大会ベスト8に入った韓国のエースキム・キョンワ。キム・キョンワからはカット主戦型に必要なサービステクニックを探っていこう。キム・キョンワのサービスはバックハンドサービスが中心だ。低くてスピードのある左横回転サービスだ。台に対して半身の構えから腕を体に巻きつけるような大きなバックスイングで、肘を体の右側に引っ張り上げるようにしてスイングしている。このように低くて鋭いサービスでレシーブからの攻撃を防ぐことがカット主戦型にとって必要なサービスの考え方と言えるだろう。キム・キョンワのバックハンドサービスを後ろから見ると、打球後に素早く台から距離を取り、相手のレシーブに備えようとしているのがわかる。相手がロングでつないできた場合には変化の激しいカットで攻める。あるいは高い打球点を捉えた攻撃的なツッツキでラリーの主導権を握る。これらがキム・キョンワのサービス戦術だ。カット主戦型の選手は3球目でカットやツッツキ、そして攻撃にも持ち込めるように低くて鋭いサービスをマスターしよう。ここからは異次元の強さを見せる中国女子期待の大型プレーヤーヤオヤンのサービスを紹介しよう。ヤオヤンはフォアハンドからの逆横回転系サービスを得意にしている。まずは逆横回転ショートサービスだ。バックスイングと同時にラケットを立て、ラケットの先端付近でボールをこすって逆横回転をかけている。打球後に素早くラケットを後ろへ引き、
サービスの変化をカムフラージュしている。こちらは同じようなモーションから下回転を強くかけた逆横回転ショートサービス。日頃練習で慣れているはずの中国選手がミスをしてしまうほど強烈な下回転がかかっている。ヤオヤンのサービスは横回転と下回転の割合が非常に判断しにくいため、レシーバーはサービスが長くなったとしても強く攻撃することが難しい。さらにサービスを長くコントロールして相手がつないできたレシーブを3球目で狙うパターンも積極的に使う。リラックスさせた腕のしなりが生み出すスイングスピードの速さ。ここにヤオヤンの強力な逆横回転系サービスの秘訣がある。アテネオリンピックの金メダリストであり、世界ランキングナンバーワンに君臨するツァン・イーニンのサービスを紹介しよう。ツァン・イーニンはコントロールを優先してサービスを出す。これはボールにほんのわずかに逆横回転を与えたショートサービス。ラケットの先端を下に向けてわずかに逆横回転を与えている。フォロースルーを最小限に抑え、3球目への戻りを優先させている。続いてナックル性ショートサービス。ボールに下回転をかけるようなラケットの打球面やスイングからボールの底を撫でるようにインパクトしている。こちらは右横上回転ショートサービス。ボールが当たる位置に注目してほしい。指の近くでインパクトしてボールが弾んでしまうのを抑えながらボールに右横上回転をかけている。ツァン・イーニンはレシーバーのリズムや台との距離感を狂わせるためにスピードロングサービスも効果的に使う。特にサービスを出した後の戻りに注目してほしい。どこにレシーブされても対応できるように台から素早く距離を取り、センターライン付近に戻っている。ツァン・イーニンは試合の状況によってバックハンドサービスも活用する。シンプルにボールの底をこすった下回転サービスだが、試合の流れを変えたいときやレシーバーのリズムを崩したいときなどはバックハンドサービスを出すことも戦術の一つである。
これまで紹介してきたようにサン・イーニンのサービスには強烈な変化があるわけではない。しかしレシーバーの立場からするとナックル性や横回転系のサービスを短く止めることは難しく、どうしてもレシーブが長くなってしまう。ラリー戦に抜群の強さを誇るサン・イーニンならではの理にかなったサービス戦術といえる。威力と安定性に富んだ両ハンドで最強中国の中からめきめきと頭角を現してきたリ・シャオシャ。ラリー戦に強さを見せるリ・シャオシャはフォアハンドから左右の横回転系サービスを使い分けてゲームを組み立てる。まず紹介するのは右横回転ショートサービス。ラケットの先端を斜め下に向けてボールの内側をこすり、右横回転サービスを短くコントロールしている。同じようなモーションから下回転を強くかけた右横下回転ショートサービス。続いて逆横回転サービス。ラケットの打球面を上向きにして構え、肘を前に出しながら逆横回転をかけている。リ・シャオシャは逆横回転系サービスの2バウンド目が台から出るようにコントロールして、相手が持ち上げてきたところを狙い撃つ戦術も得意としている。スピードロングサービスを積極的に取り入れるのもリ・シャオシャのサービスの特徴だ。ショートサービスを出す時と同じようなバックスイングから左肩を早めに開き、ギリギリまでインパクトを遅らせてスピードロングサービスを出している。スピードロングサービスはショートサービスを生かすために必ずマスターしておきたいサービスだ。リ・シャオシャのスイングや体の使い方、打球するタイミングなどを参考にして威力のあるスピードロングサービスを身につけよう。これまでの女子選手では考えられないような超攻撃的プレーで新女王に輝いたクオイウエ。ライジングを捉えた両ハンドの超攻撃的プレーはフォアハンドサービスから幕を開ける。フォロースルーをさまざまに変化させるクオイウエのサービスを紹介しよう。このサービスではフォロースルーでラケットを上に跳ね上げるようにしている。一方、フォロースルーでラケットをほとんど動かさない時もある。
同じ回転のサービスでも、このようにフォロースルーを変えると、異なる回転に見せかけることができる。サービスの種類が少ないと悩んでいる選手は、クオユエのようにフォロースルーを様々に変化させてみよう。サービスは数ある卓球の技術の中で唯一対戦相手の干渉を受けずにできる技術だ。練習すればその分だけ上達を実感しやすい技術でもある。これまで紹介してきたトップ選手たちのサービステクニックを参考に、自由な発想と想像力で自分ならではのサービスを身につけよう。